よし、アズズに戻ろう。気合を入れ戻ったね。状況は？目処はついた。このまま何もなければ。逃げろ！早く逃げて！違う、こんなことは望んじゃいなかった。黒い炎だ。昔ひときわ大きな火走りが来た時、黒い炎が大火釜を焼き尽くした。子供の頃にそんな話を聞いたことがあってな。そんな、じゃあもうどうにも。なんてこった。ここからはギルドの仕事です。アズズの守護を頼む。任せろ。こっちは何とかする。みんなでやり遂げるんだ。さあ、全員の力の集めどころですね。僕たちは僕たちの任務を頑張るよ。あいつどこに行ったんだろう。黒い炎は大火釜下方へと消えた。黒い炎はどこに岩行ったの？木谷下層方面に向かってみよう。追いかけて。念入りに準備しないとね。ハンターなら必ず戻る。黒いモンスター。動いて。いいよマキ、その調子。今のは少し離れられるよ。機体も整備も大詰めだ。了解。これは奴の痕跡だ。シルベムシに匂いを覚えさせたよ。いた、黒い炎。キルモンか。みんなで力を合わせるんだ。
責任任せて。このエリアに移動するみたいだよ。
ツはどうなったかな。ジェマやみんななら問題ない。きっといい方向に進んでいる。さあ戻ろう。最高の出来栄えだ。マキのおかげだ。頑張ったな。ありがとう。なんと礼を言ったらいいか。いや、皆さんの行動力あってだよ。お前たちもよく頑張ってくれたな。早いだね。今日も素晴らしい。よくやったな。今回は大変申し訳なく。おい。いいって、みんなのためにしてくれたんだな。私らも調子に乗ってしまったし、大日釜も元通りってことで。ありがとう。そう言ってもらえて。迷惑かけたな。すごいもんだな。祭りが成功してお姉さん、親方が褒めてくれたよ。次も頑張るぞって言ってくれた。そっか。あの時ね、私もうダメだって思ったの。でもお姉さんの大きい声に励まされたんだ。全部お姉さんのおかげだよ。どうかな。一人の小さな力を集めたから大きな丸になったのかもよ。人って強いんだね。実りが来たよ。いやー、本当に世話になった。どうもありがとう。全種族から最大の感謝を送るよ。お客人はこれからどうなさるのかね。これで毎日火走りだなんて浮かれた私がバカだったよ。何でも思い通りにしようとしちゃいかんな。あそこまで異常な事態は初めてでしたか。ああ、ベルナーさんが仕組みを教えてくれたが、日々のお天気が人工的なものだと言われてもどうにもピンとこなくてな。
自然って元からこういうもんじゃないのかい？ベルナーさんは私らに喜んでもらおうとしたんだよ。誰も悪くないさ。ボサは子供の頃に黒い炎の話を聞いたということでしたね。古い書物を漁ってみたら、かろうじて呼び名らしきものが見つかった。ヌ・エグドラ、それが奴の名だ。それこそがこの地の頂点だったのですね。我々は一度砂原のベースキャンプに戻ろうと思います。これまでに分かったことを仲間と共有するつもりです。そうか。だが岩木谷の方の時は始まったばかりだ。少しばかり満喫していっても損はないんじゃ。それも悪くないね。砂原のベースキャンプには調査隊の面々が集まりつつあるようです。私たちも赤の隊のロストさんに呼ばれています。頃合いを見て向かいましょう。完璧。さあほれ、遠慮はなしだ。今日はどうする？じゃあ待っとな。装備のおすすめしたいんだけど、どうかな。よう、いろいろとお疲れ様でした。文字通りの熱気でいい汗かいたね。ジェマもお疲れ様。やりきれたのはハンターとみんなのおかげだよ。いや本当にマキの気持ちもいい方に向かったし、これも全部炎がくれた宝物なのかもね。ところで無謀な少女を気にかけていた小さな君は今頃君の中でどうしている？やだな、そんな話まだ覚えていたの？でもそうだね、泣いてないって言いながらワンワン嬉し泣きしてるよ。ありがとうハンター、私の相棒。まああれだな、あんたには手間をかけた。自分に手間がかかったことに関しては問題ない。だがわかるさ、あんたの言いたいことは。でもな、悪いことをしたとは思っちゃないよ。そしてそう思う俺はどこかおかしいんだろう。はっきり言ってくれた方がこちとらありがたい。これからもそのつもりで生きられるからな。やあ、先の祭事は素晴らしかったな。七色金のあの輝きときたら。アズズの守護をありがとう。おかげで狩猟に最大の力を割くことができた。いい、守ることは性に合っている。
私の目指すべき星でもあるしな。それよりよかった、アズズが無事で誰の命も失われず。ただそれだけが私の望みだ。うちのベルナーがお世話になりました。申し訳なかったね。ああ、オリビアどう思ってるかな。以前から気になっていたのだが、あの二人の気質は合っているのだろうか。何言ってんの？二人はそっくりじゃないか。どっちかっていうと僕が二人の後をついていっているようなものなんだよね。オリビアとベルナーがいなければ僕がギルドにいるかどうかもわかんないな。そんなことを言ってたらいつか置いていかれたりして聞いてください。私アズズの滞在を経ていろいろ分かったことがあるんです。里の皆様に古くから物を作り続ける理由をお伺いしたのですが、何言ってんだ。んなもん作りてえからに決まってるじゃねえか。がはははと言われてみれば私もそうです。んなもんやりてえからに決まってるじゃねえか。ですよね。確かにそうかもな。私は東だとか西だとかにこだわりすぎていたのかもしれません。地面がつながっていればそこは同じ地。人はどこにあっても人なんですね。